こんばんは、岡田斗司夫ゼミの時間です。今日のテーマはですね、可愛いけどちょっと怖い、機関車トーマス初級講座その1ということですね。今日と明日連続で、2日連続でその1その2をお届けします。機関車トーマス、こいつですね。はい。ですね、機関車トーマスはですね、すいません、前のフリップが残ってた。機関車トーマスはもうね、30年以上続いている子供番組で、蒸気機関車の前にですね、人間の顔がついてるんですよ。なので、これを素直に見て可愛いかと言われたらですね、ちょっと気持ち悪いかなっていう、最初思ってたんですね。ところが、ハマるとどんどん可愛く見えてくるんですよ。で、僕が最初にですね、トーマスにハマったのは、第1シーズンの第3話ですね、出てこいヘンリーという回です。たったね、4分43秒。毎回ね、オープニング、エンディング入れて4分43秒の作品だからですね、今日はちょっと普通に紹介しています。ということで、一回トーマス君下がろう。じゃあですね、ファーストシーンからいきますね。はい、機関車トーマスですね。のんきな音楽なんですよ。パッパッパッパー、パッパッパッパー、パラララ、パラララということでですね、この機関車トーマスですね、ちっちゃい機関車が、沼地の向こう、これ沼地なんですね。これ水面に、風車が映り込んでて、こう走ってくるんですよね。で、ブリット・オール・クロフトのって書いてある。機関車トーマス。ブリット・オール。これ原作者じゃなくてですね、イギリスの映像作家プロデューサーで、日本で言えば、黒柳徹子みたいなポジションなんですね。黒柳さんが俳優になったとしたら、この人は映像作家になったというような、かなり初期からのテレビ立ち上げの頃からのスタッフで、すごい優秀な人ですね。で、ゆっくり風車が回ってます。この風車がゆっくり回ってて、それが水面に映ってるからですね、かなりこの大きなものを実際に水面にですね、ジオラマセットの中に水を張っているのがわかりますね。で、正直言って、この渋い画面なんですよ。こんな渋い画面で、子供に人気があるのか。だって、主人公のトーマスめちゃくちゃ遠くに小さく映ってて、ゆっくり、これ12秒かけて画面の端から端まで走ってるんですよね。で、イギリスの湿原というかですね、ほとんど沼地みたいなのが広がって、風車が立ってるんですけど、これ全部これミニチュアセットなんですね。一番初期のトーマスっていうのは。で、メイキング見てみると、よいしょ。セット大体このサイズなんですよ。しゃがんでて、かなり背の高いおじさんがしゃがんでトーマスがあると。で、セット全体は5メートル ×5 メートルぐらいありますですね。で、シリーズが進むと山の上とか炭鉱の鉱山とか、あと港町も出てきてですね、さらに巨大になります。さっき僕が見せた、トーマスですね。みんな大きいって言ったんですけども、これが、フィルム内ですね、映像作品内で実際に使われているミニチュアと同じサイズ。実際は、ミニチュアは、一番ゲージって言って。で、僕はこれ今持ってるのは G ゲージっていうので、わずかに違うんですけど、サイズはほぼ同じだと思ってください。これで世界作ってるから、実際はかなりでかいミニチュアなんですよ。で、なんでこんなにミニチュアがでかいのかというと、これパカッと蓋開けると撮影に使われたのはですね、中に、まず煙突から煙を出す装置、あと目をですね、上下左右に動かす装置ですね。あとは動力装置ですね。前進と後退する動力装置が入っていて、それらがすべて、ラジコンで動くんですよね。で、ラジコンで動いて、で、おまけに中にですね、巨大なバッテリーが入っているから、もうそれでギチギチいっぱいなんですよ。だから、なんでこんなミニチュアが巨大だったのかというと、1990年にですね、放送が開始された時の、イギリスのミニチュアのレベルではですね、たくさん機関車を出すんだったら、これ以上小さくはできないと。あんまり小さくしすぎると、例えばガタガタ走るときにですね、実感が出ない。ある程度、重さと大きさがないと、やっぱ電車っぽい動きっていうのかな、汽車っぽい動きっていうのはできないんですね。なので、このサイズになってしまったということです。はい。で、よいしょ。だからこのさっきの湿原のセットもですね、奥行きがこれ5メートルぐらいあるんですね。この、一番奥のですね、トーマスは多分ちょっと小さいサイズだとは思うんですけれども、下手したら今のミニチュアそのままのサイズかはわかんないです。走り方にですね、かなり重量感があるからそう思うわけですね。とんでもない金と手間がかかってるんですけども、このですね、青い機関車がですね、ゆっくり土手の上を走っています。で、沼地の奥に土手を作って、その土手の上に鉄道というのがこれポイントなんですね。
で、これはなぜですね、世界で最初に鉄道網が発達したのがイギリスだったのかっていう産業革命の歴史にですね、深い関係があります。ちょっと話横に流れます。18世紀にですね、イギリスの森林資源を枯渇しました。どういう意味かというと、18世紀のですね、頭ぐらい、1700年代のですね、頭ぐらいまでにですね、イギリスの人口はかなり増えて、もう寒いからといって、木を切ってどんどん多銀してたんですね。で、かつてローマ帝国がそれを滅びたようにですね、森林資源がまた一回なくなって、イギリスの山とか森はほぼ丸坊主になった時代がありました。で、それのおかげでですね、石炭の生産がですね、極端に上昇して石炭価格が上がったんですね。もうとにかく冬寒いからといって木を燃やすのはやめようというふうなことで石炭を燃やすようになったんです。で、ちょうどその頃ですね、うまいことにですね、イギリスでは最大のヘッドン炭田っていうのがですね、発見されました。炭田っていうのは、炭鉱が集まって掘りやすい状態になっていると思ってください。ヘッドン炭田っていうのは、これがあればイギリスの需要はあと100年以上大丈夫だと言われたヘッドン炭田が発見されました。で、当時のですね、この石炭の運輸はですね、人間が掘った川、つまり運河ですね、運河でですね、運んでたんですよ、石炭を。で、18世紀末のイギリスは、この石炭を運ぶのを含めてですね、大運河ブーム、キャナルフィーバーとかキャナルブームというふうに言われてですね、うちの会社がここからあそこまで運河を引きます。人間の手で掘って運河開通させますって言ったらですね、実際の工事費の何倍もがその出資予算として集まったと。いろんな人が投機目的で、運河やるんだ。じゃあ俺も金出す、俺も金出す、俺も金出す、俺も一口乗せてくれっていうふうなことで、どんどん金が集まって、実際の運河の工事予算の何倍も金が集まったと。おかげでですね、こんなところに本当に引けるのかというのも含めて、途中で倒産した会社もいっぱいあるんですよ。それでも運河に対する投資熱がすごいブームになってですね、ブリテン島はですね、だいたい18世紀の半ばぐらいは、もうとにかく10マイル移動すればどっか運河に出るっていうふうに言われたぐらいですね、イギリス中に運河が引かれました。で、しかしですね、不幸にもですね、ヘッドン炭田はですね、近くにですね、運河がないんですよ。というか、ほとんどの炭鉱炭田は運河がない。みんな山奥にね、炭鉱炭田っていうのがあるのでですね、そこは引けないんですよね。川から遠くてですね、沼地がとか、あと丘が広がっていてですね、どうしても運河が引けないんですね。で、そこでですね、入荷する道路っていうのが、道路がですね、引かれました。道路といってもこれ鉄道です。16世紀ぐらいからですね、木のレールで鉄道、レールを引くというのはあったんですけれども、18世紀ぐらいになってからイギリスではですね、鉄で線路を引くようになったと。なんでかって言ったらですね、レールの上に馬車を乗せて、それで、馬でですね、貨車を引っ張るからなんですね。で、これがね、効率がいいっていうのは、炭鉱の、炭ですね、石炭を山ほど乗せたらですね、馬車一杯分のですね、石炭なんて馬一頭でも、なかなか引けないんですよ。重いから。ところがですね、レールがあれば、そのレールのおかげでですね、摩擦が極端に少なくなってですね、レールさえあれば馬一頭で最大ですね、14台の貨車が引けたと言います。14台というと、重さにして12トンから15トンぐらいですね。それぐらいのですね、荷物がですね、馬一頭で引けたと。これが下り勾配。ほんのちょっとでも下り勾配があったら、馬一頭で40台引けたという記録があるぐらいだから、やっぱりね、レールってすごいんですよ。鉄道っていうのは本当に便利なんですね。本当に物を運ぶ時の効率があまりにも良いんですよ。で、おまけにですね、線路を引くというのはコストが安い。運河を引く大体コストのどんなにかかっても3分の1の値段でですね、引けてしまう。それのおかげでですね、マンチェスターの湿地帯に線路が引かれですね、莫大な利益がそこで生まれました。莫大な利益というのはどういうことかというと、1800年当時のですね、石炭の価格は、すいません、もうちょっとだけ細かい話は、1800年当時の石炭の価格っていうのは、採掘費が 0.5 シリングですね。で、それの対する地権者に払うお金が10シリング。で、輸送費が30シリング、石炭税が35シリング。これを簡単に言うと、例えば石炭1キロあたり、665円だったとしたら、実はですね、その石炭を掘るお金っていうのは5円しかかかってない。655円のうち、原価5円だったんですね、石炭。で、税金が350円取られるのは、これは仕方がないとしてですね、残り全てが輸送費だったんです。本当に輸送するのでお金がかかって、石炭の値段というのは、それがあったんですね。で、今話したマンチェスター鉄道のおかげでですね、石炭価格は大幅な値下げができてですね、イギリスの産業革命が一気に進んでですね、で、都市ではですね、安い燃料でですね、お家を温めるようにできるようになったと。
だから大都市ロンドンというのはこのマンチェスターの石炭、マンチェスター鉄道によって湿地帯の上を鉄道を走らせて石炭を運ぶことによって大都市イギリスというのはできたわけですね。大都会イギリス。なので、このですね、沼地を海岸するために風車があるんです。これこの風車がなんでこんなところにあるのかというと、この沼地から水を吸い上げて、もっと水はけのいい川に流すためにあるんですね。で、だんだんここを乾燥させようとしてるわけです。で、その向こうの、遥か向こうの土手にはですね、小さい機関車が走ってるっていうのはもう、イギリスの歴史を知ってる人にとっては、もうあるあるでですね、ああ、マンチェスターだっていうふうに見たら一発でわかるんですね。この小さな機関車が石炭運んでくれたおかげで、大英帝国のいわゆる海軍時代以降の産業革命の大英帝国っていうのができたんだな、発展したな、という。これ、その湿地帯なんですよ。だから、ゆっくりこの走る青い機関車が走ってるだけで、たっぷり12秒見せてると。もともとイギリス人の子供に見せるもんですから、はい、あなたの国のことですって言うと、このシーン何なのかお父さんお母さんに聞いてくださいというようなシーンなんですね。で、よいしょ。すいません。もうこんな横道はそれません。で、次のカットですね。立教があって男の子が下を見てると。遥か向こうからやっとトーマスが、さっきもう横顔で小さいやつですね。トーマスがさーっと走ってきて、出てこいヘンリーでタイトルが現れて、で、下を通り過ぎていくってやつですね。これ立教はですね、レンガ作りですね。石畳が敷いてあります。男の子が半ズボンということで、めちゃくちゃフォトジェニックですね。こう構図になっているわけですね。で、自転車が無造作に立てかけられているので、ここで、この機関車が通るのを見るのは、この男の子にとって日課になっている、毎日の楽しみだっていうのがなんとなくわかると。で、注目してほしいのは、このレールが向こうに消えていく消失点が、うまくここら辺の木の枝で隠されてるんですね。こちらの葉っぱとこっちの木の枝で、この線路の消失点が隠されてるんですね。このあたりのミニチュアの配置というか、カメラの置き位置がもうすごい上手いんですよね。で、二コマ目、やっとトーマスの顔が見えます。視聴者にとってやっとここでトーマスの顔に見えると。で、立教の上から男の子がですね、トーマスを見ている構図で、あえてこの男の子の方にピントを合わせずに、トーマスの方にピントを合わせてる。で、このカットもですね、風景にちゃんと、風景を見せてるんです。ですね、キャラクターではなくなって。まず、線路の両側が浅い谷間になっている。で、この横に小さい小屋がある。で、手前のこの木の枝で画面の左側が丸々隠されてるですね。もうレイアウトして100点満点で、宮崎アニメみたいなんですよ。というかね、この機関車トーマスのカメラ構図っていうのはですね、アニメなんですよ。画面をレイヤー構造で考えていて、つまりアニメで言うとこの背景とかですね、止めの人物とかですね、あと動く機関車で手前のセルで隠したい部分を覆うっていうですね、アニメ的な映像の作り方をしています。なので、これ押井守的な意味でアニメなんですね。押井守もこれからの実写映像っていうのはアニメ的に撮るべきだというのも十何年前からずっとおっしゃってるんですけども、押井さんおっしゃってるんですけど、それをですね、1990年から先に取り上げてですね、ちゃんとそれ映像化していたのが機関車トーマスです。で、3カット目ですね。機関車が通り過ぎた後ですね、取り残される男の子ですね。で、彼の上にですね、うっすら蒸気だけがですね、漂ってるんですよ。これ、それまでなかったんですね。トーマスが通り過ぎてしばらくすると男の子の上にもやーっと白い水蒸気がかかると。これはやっぱ偶然ではなくてですね、完全にタイミングを合わせたエフェクトです。この作り方もアニメですよね。これ全体で6秒のカットです。だから出現で、遠くを記者がですね、12秒かけて走ってるのに比べて、ややスピーディーなですね、カットになっています。で、次でですね、オープニングのラストカットです。ですね。よいしょ。駅で待ってる人たちがいてですね、で、遥か向こうから機関車がやってきてですね、走ってくるというシーンですね。手前のですね、この街灯と、あとこの石炭のなんかタンクみたいなもの、これがアクセントになってますね。これがやっぱあるとないでは全然違うんですよ。で、背景もですね、ここにレンガの壁が、駅の建物の向こうにレンガの壁がずっと続いてですね、これが後ろのですね、山を隠してくれてるおかげで、ミニチュアを作る手間をですね、一手間減らしてます。このあたりのうまさも、というかね、うまい手の抜き方してるんですね。宮崎アニメっぽいです。原作ということで、レンブラント・ W ・オードリー、クリストファー・オードリーっていうのが出てきます。
このオードリーっていうのが誰かっていうと、この人たちですね。オードリー親子です。左側が父親オードリーで、右が息子です。左側のですね、父親ウィルバートはですね、白いラウンドカラーをしています。首の周りの白い襟ですね。この丸いラウンドカラーはですね、イギリスの聖職者のですね、服装でですね、レブラントっていうふうに書いてあったのはですね、牧師さんのことですね。鉄道マニアの牧師さんで幼い息子クリストファーに読み聞かせるために書いたお話が機関車トーマスとして出版されて、世界中で有名な作家になったと。で、その幼い子供がこいつなんですよね。後に大きくなってですね、お父さんが引退して代わりに機関車トーマスシリーズをですね、ずっと続編の絵本を書き続けたというふうになってます。で、戻りますね。で、機関車がですね、向こうからわーっと走ってきて、下の子は、駅の前でですね、止まります。で、この上と下と比べてみたらわかる通りですね、カメラがですね、ようやっとここでトーマスに寄ってるんですね。この機関車が走ってきて、止まってカメラがゆっくり寄っていくと。で、アップにするのかなと思ったらですね、もうこれ以上アップにしないんですよね。この辺がさすがですね、控えめの英国演出というやつですね。トーマスが停車するとですね、ボイラーに余った蒸気がですね、ブシューと出るんですね。機関車がですね、水蒸気に、包まれると。つまり、機関車も止まって、これが終着点の駅だから、ボイラーの中の水蒸気を全部抜いてるシーンなんですよ。けども、この水蒸気はですね、このミニチュアからではなくて、線路の下、地面の下からバーッと出てくるのがわかるんですよね。で、この自動車とかが走った時の砂ぼこりとか、あと蒸気機関車の蒸気とかを、本体、ミニチュアからではなくて、地面の下から吹き上げて、リアリティを出す方法ってね、見覚えがある。何かというと、同じイギリス製のですね、人形劇の名作、サンダーバードのやり方なんですよね。ということで調べてみるとですね、この機関車トーマスシリーズ監督はですね、デビッド・ミットンという人で、サンダーバードもうバリバリのですね、スタッフです。サンダーバードから謎円盤 UFO まで手掛けて、その後はリドリー・スコット監督のですね、助監督になってですね、イギリスでですね、CM でいくつも賞を取って、その後 CM 業界に残ってですね、個人でもいくつも賞を取った、超メジャーな人なんですね、デビッド・ミットン。で、これはミニチュアすごいはずだと。だって黄金期のサンダーバードやった人ですからですね、サンダーバード、キャプテンスカレット、ジョー90のですね、もう本当に地方のちょっと解像度が悪いテレビだったら全く実写と見分けがつかないというのをやって、ついに謎円盤 UFO で実写と特撮を交互に見せてもみんなどっちかわかんないということをやった人ですからですよ。で、ここまでですね、やっと機関車トーマスのですね、オープニングの解説が終わりました。まだここまで来て出てこいヘンリーのヘンリー出てきてません。まだ28秒間しか解説してないんですよ。続きのですね、ちょっと可愛いけどちょっと怖い機関車トーマス初級講座その2はですね、明日の夜に配信します。そっちの方ではですね、ちゃんと最後までですね、機関車トーマスのですね、出てこいヘンリーの回を語ってますので、ご安心ください。それではまた明日の動画でお会いしましょう。じゃあまた、バイバーイ。岡田敏夫の YouTube を見てくれてありがとうございます。毎晩ですね、だいたい夜の7時ぐらいに新作動画を配信していますので、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではではよろしく。